こんにちは。発掘武器の紹介、やっていきます。早速だけど、この動画の趣旨を説明するよ。この動画では、我々が持つ発掘武器のうち、特にめぼしいもの35本を紹介するよ。ただ紹介するだけでなく、各要素に点数をつけ、武器種ごと、ランキング形式で紹介します。紹介する武器種は6種プラスアルファ。ろくな成果がない武器種があるから、それは、その他で一括りにするよ。では、ここから、各要素の点数の付け方や補足についてお伝えします。どうでもいい方は、3分7秒まで飛ばしてください。まず実用ポイント。これは、発掘武器そのものの強さを評価するよ。ソロでの使用を前提として評価します。満点なら18点になるよ。ちょっと半端だけど。最初の評価軸は攻撃力。これは、明確に高い低いあるので、そのまま評価するよ。ただし、倍率の重さは武器種によって違うので、この通りにならない場合もあります。次に属性。これは、ついた属性の種類で評価するよ。属性値については、属性有無の方がはるかに重要なので、特に考慮していません。そして切れ味。これも上下が設定されてるからわかりやすいね。切れ味は3点の項目がありませんが、これは田村20の評価が個人的に低いからです。匠スキルの重さと紫補正の強さを加味して、当たりは白長ス以上の3パターンのみだよ。最後にスロット。これは3点満点で、基本的に空いてれば加点だよ。装飾品詰まりは、刀匠のみ、武器に応じて加点する方式にしてます。実用性の評価は以上だけど、見た目を評価する鑑賞ポイントもつけてあるよ。武器の見た目が好き勝手だけですが、モチベーションに結構関わるので重要です。ランキングは実用ポイントだけでつけるので、鑑賞ポイントは参考、というかおまけだよ。ただ、一応、実用性と鑑賞ポイントを加味した、総合満足度という指標も作っています。武器種、性能、見た目、全要素を踏まえて、我々がどのくらい満足しているかの指標だね。実用性のランキングを全武器種で紹介した後に、総合満足度のランキングを発表するよ。点数がくっそ半端ですが許してください。理屈と感情をすり合わせたらこうなりました。次に、補足が2点ね。まず1点目、ゴールクラスの武器があるが、当然、これは全て正規産だよ。特に高性能なものは、以前上げた動画に、鑑定画面をつけてるので、そちらもご参照ください。2点目、これも当然っちゃ当然なんだけど、各要素の点数は、完全に個人の主観だよ。また、武器種によって、評価の仕方が若干違います。それは、該当する武器種で触れます。では、前置きが長くなったが、紹介に移ろう。発掘成果、ちゃんとまとめてみたかったんですよね。楽しみです。まずは、ギルクエの花形、体験から紹介していこう。ギルクエ攻略の上で、まず間違いのない選択肢です。武器種の評価は、非常に高いよ。マルチの話にはなるけど、火力役から何から、全部それなりにこなせるよ。そんな体験ですが、独自の評価基準を設けました。発掘武器は、切れ味によってボーナスがつくのですが、体験は、攻撃力にプラス10されます。ボーナスがつくのは、津村や白長スだね。これが、体験の性質と非常にマッチしているんですね。体験は切れ味消費が少なく、必要なスキルが多いから、特に1728津村の評価が抜けて高いよ。そのため、体験の攻撃力評価は、最高倍率でも切れ味によって異なります。それじゃ、早速第5位から見ていこう。体験第5位、切れ味以外は完璧だった来剣、実用ポイント13点。緑発光で、来剣の青と合っており、非常にかっこいいです。最高倍率、スロ3、氷と、この世の全てを手に入れたような顔をしてるけど、田村20という一点で悲しみを背負ってしまった、そんな武器だよ。ランキングには入ってるものの、ほとんど担いでませんね。GX ハンターに匠のスキルポイントがないんで、体験は匠がとにかく重いんだよ。津村なら倍率ボーナスに加えて、さらに火力スキルが漏れちゃうからね。生まれ持ったものは最高なのに、システムに泣かされた悲しき武器でした。体験第4位、切れ味一つで甘やかされた来剣、実用ポイント14点。見た目は赤発光で、こちらも似合います。ラギ編みを感じる。これはさっきと逆で、
東証4で危うさを醸しつつ、1728スムラで全てが許されてる武器だよ。属性は雷です。一応、第一弱点がそこそこいるので、需要はあり。雷剣で雷属性なので、おしゃれポイントが高いです。これはまだ掘れたばかり。今後、オーナーシュ、ジョーとかやるなら、担ぐかも。じゃあまずは、探索に潜るところからですね。大剣第3位。スペックいいけど非カーな海底剣、実用ポイント14点。ちなみに、実用ポイントが同じでも順位が違うが、この辺は担ぐ機会とか踏まえた感覚で決めてるよ。見た目は赤の海底剣で、属性と合ってます。ナバル武器で火。とはなりますが、ギルクエは、火が通らないやつが多いんだけど、シャガルにはモテるから、そこが救いかな。実際、動画でも使いましたしね。他は完璧に近いので、性能は十分。見た目はそこそこだけど、鎖が砂利っていう音は割と好きだよ。大剣第2位。発掘モチベ爆上がりな風流剣、実用ポイント16点。見た目は発光の風流剣でほぼ完璧。青だったら満点でした。これは、このデータのカンスト前に出たもので、発掘のモチベーションが極まった一本だよ。これが出なかったら、4G どのくらい続けてたかわからなかったよ。水は、ブラキ、ティガーシといった強敵に効くので、有用性は高いです。見た目も相まって満足度はかなり高い。これからも長くお世話になるだろうね。栄えある体験第1位。汎用性能にジークムント、実用ポイント16点。見た目は非発光の赤で、本来の色にかなり近いです。これはもう言わずもがなだね。爆破は幅広い相手に担げて汎用性が高いし、蓄積して即爆発だから、極限にも相性がいい。発掘体験といえば、風流剣かムントなイメージだったので、見た目の良さもあり、かなりお気に入りです。爆破ってのが絶妙なんだよ。便利だけど、上には睡眠や氷があるっていう。これも強いのに発掘熱が冷めない。本当にいい武器だと思います。いつか青発光ムントに巡り合いたい。体験は以上になるよ。ソロだと体験ばっか掘ってるのもありますけど、普通にめちゃくちゃ運いいですね。最高倍率は割とたくさん持ってるけど、スムラもなんだかんだあるな。1728スムラはもう1本ありますが、陽覚性ゴミ詰まりなのでランクインはしませんでした。体験、ハードル高いな。では、次の武器種行ってみましょう。続いては、その見た目でいつも大人気、太刀の紹介になるよ。MH4G の太刀は、残念ながらかなり厳しいと言わざるを得ません。電気の色を上げていくのはそうなんだけど、大回転を当てるしかない上に、時間経過すると、一気に無色まで戻される仕様なんだよね。つまり、そもそも、効果力を維持できないようになっています。そして、赤まで上げたところで、大した火力は出ないよ。とはいえ、赤まで上げないわけにもいかないので、大回転を当てることがとにかく重要です。なので、太刀は麻痺の評価を高くした。さすがに麻痺してれば、大回転を当てるのは余裕だ。手数はまあまあ多いので、それなりに麻痺を取ることができます。あ、でも、使ってて楽しいよ、もちろんね。取ってつけたようなフォローありがとうございます。では、紹介に移りましょう。太刀第5位。それなりに全部高水準、天井天元相当、15点。最初に言っておきますが、ランクインしてるのは、天井天下多めになります。点々の紫発光はガチ4等感があり、非常にかっこいいです。水太刀なんていつ担ぐんだろ、というのは置いといて、性能は高めにまとまってるよ。突出した点はないけど、欠点も特にない、そんな武器でした。ちなみに、まだ担いだことないよ。太刀第4位。紫40スロ3が光る。青い天井天下無双刀、15点。青い点々は、妖刀感は少し減り、神々しさをまとったものになります。見てわかる通り、攻撃力以外完璧に近いね。担ぐ機会あるのかは置いといて。竜は、ジョー、テオ、シャガルに効く汎用性がありますが、ラーに完全無効なのが痛く、3点にとどまります。竜と青発光は非常に合ってるから、芸術品としての完成度は高いと思うね。それ、実用性はないと言ってるようなものでは。太刀第3位。さすがに睡眠は強い。こちらも、青い天井天下無双刀、15点。これは、マルチでもたまに担いでましたね。やはり睡眠は強かったです。
攻撃、切れ味、どれもあと一歩ってとこだけど、睡眠は、ソロマルチ問わず非常に強い属性だよ。タチは、強力な一撃はないけど、大回転の隙にできるからね。見た目は、もちろん最高にかっこいいので満足度も高い一本です。属性と合ってるのもポイント高い。タチ第2位。こんなの持ってたっけ？黄色い飛竜刀。16点。見た目は、黄色発光の飛竜刀です。個人的な好みでは、まあまあって感じです。性能的には、純倍率で白長止まりだけど、氷とスロット3が強力だね。氷は、ラージャンをはじめ、オウガ、ディア、バサルアシス、ザザミアシス、デオ、ドスラント。有効な相手が多すぎるので、攻撃属性では、ぶち抜けて高い評価になります。ラージャンにわざわざ氷たちを担ぐかと言われると、なんとも言えないところではあるが、あくまで武器種内の評価では、かなり上位に来る武器だと思うよ。タチ第1位。説明不要の強武器、紫の天井天下、17点。スロ2で属性値最低ではありますが、最高倍率スムラマヒ、弱いわけがありません。当然ながら、タチで最も担いだのはこいつだね。その割にまだ強化してないけど。ほんとですね。早く強化してあげてください。とにかくこいつは、性能的にも一級品だし、見た目も文句なしで。全発掘でも相当お気に入りの部類だよ。タチであることが一番のネックです。打武器だったら担ぎまくってる性能なのに。それは言わない約束さ。タチはこんな感じだったよ。平均点高いですね。倍率はちょっと足りてませんけど。天井天下の見た目はラーに対応してるけど、今該当するクエストは持ってないから。どれも結構前に出た武器なんだよね。点々以外では、同人が好みです。じゃ、次の武器種行こう。では、片手剣の紹介に移るよ。ここにある通り、弱いとは言えないんですが、強い。と実感することもできない、そんな武器です。どうしても、火力では双剣やコンに勝てないんだけど、防御面もどっこいって感じだよ。ガードができるものの性能は低いですし、火力を出すために手数が必要なんですが、攻撃を増やしすぎると、被弾リスクが高まってしまいます。タチよりは使いやすい、くらいのイメージかな。片手については、特に評価ポイントで変わったところはありません。強いて言えば、やっぱ火力が欲しいから、攻撃属性の嬉しさがちょっと大きいかな。ま、特筆するほどではないが。片手剣第5位。赤い刃がかっこいい。ポイズントバルジン14点。赤発光が猛毒の警戒色っぽくなっててお気に入りの組み合わせです。毒なんで持てる機会は限られるけど、最高倍率の紫40は普通に強力だよ。スロットにもアクセントになってますね。毒が通ればちゃんと担いでいける性能があります。問題は、極限に対して毒が相性悪いとこなんだが。片手剣第4位。スロ3で飯食ってます。ポイズントバルジン14点。青発光の毒束いいですね。綺麗でよく似合ってます。属性は火だよ。何回かシャガルに持って行った記憶がある。あまり活躍した記憶はないけど。あと今更ですが、片手の切れ味ボーナスは防御力プラスです。まあ嬉しいっちゃ嬉しいけど、G 級の環境で防御力ちょっと上がってもね。片手剣第3位。レア級の本気、ポイズントバルジン15点。色鮮やかで派手ですね。普通の毒束とは印象変わります。最高倍率、属性付き、匠40と攻撃面は文句なしのレベルだね。スロットが1なせいでレア級にとどまってるけど、1個空いてるだけ偉いよ。水なので、バサル原種やテオに担いでいけると思います。レア度は結構スロットの影響でかいよね。9でも普通に使えるのは出る。片手剣第2位。紫発光が似合いすぎるエペギルタナス16点。元の武器の印象にぴったりな色合いですね。最高倍率で麻痺付きの強武器だよ。切れ味が白長なのはちょっと残念だけどね。この武器は片手で一番使ってますかね。もうちょっとポイント上かと思いましたけど。どうしても火力不足を感じるんだよね。ある程度麻痺させるのは強いんだけど。やっぱり攻撃属性の方が片手には合ってる気がするな。片手剣第1位。倍率かけのほぼ完品。エペギルタナス17点。
氷属性で青発光、発掘配色学的には完璧な組み合わせです。準倍率なのが残念だけど、それ以外は完璧だよ。属性もしっかり氷で火力不足を補うよ。スムラでスロ3なので、火力スキルをこれでもかと盛り込めますね。さっきのマヒケンと比べても、明らかに火力が出てて強いと思うね。ソロならこっちの方が、わずかに高評価って感じかな。以上、片手剣でした。最高倍率多いっすね。で、1位が準倍率と。マルチが生きてりゃ、マヒが1位だったろうけどね。ソロで片手担ぐなら、やっぱ氷属性のが強いと思うな。ふむ。では、次行きますか。続いては双剣の紹介だよ。双剣は、とにかく手数が圧倒的で、属性を生かした攻撃が強力です。手数は、片手や総中根の比じゃないよ。攻撃属性ももちろん強いし、睡眠なんて担いだらあっという間に寝ちゃうからね。ソロでも寝かして乱舞してるだけで戦いになるレベルで強いです。そんな双剣だけど、特別な評価ポイントはないよ。氷と睡眠が強いのは変わりません。じゃ、早速見ていこう。双剣第5位、切れ味のせいで台無し、ランポスクローズ12点。見た目は紫発光、色が変化するのは爪部分だけですが、いけてます。最高倍率麻痺ですのに、ここまでは良かったけど、紫すら出ない切れ味ゲージが足を引っ張ってるよ。一応、素手白もあるんですけど、技物ありでも全然長さが足りませんね。白長だったら1000級だったのにもったいないな。数値はいいけど、レア度で切れ味がバレるので、マルチにも持っていけませんでしたね。双剣第4位、属性以外ほぼ完璧、ギルドナイトセーバー14点。剣先が紫に光るギルドナイトセーバー、見た目は最高です。物理は最高性能なんだけど、火のせいでどうも担ぐ機会に恵まれないよ。見た目とか音とかはめちゃくちゃ好みなんですがね。マルチのシャガルでたまーに担いでたかな。麻痺の方が強そうだったけど。通常クエストだったら、非弱点はそれなりにいるんですがね。双剣第3位、お前も田代かよ、ギルドナイトセーバー14点。黄色発光で神秘的です。見た目は高得点。最高倍率で睡眠、しかもスロ3。ここまでは良かったんだが。匠紫20かと思いきや白止まりなところが、意地の悪さを感じさせます。しかも、匠白パターンの中でも、白が短い方という。これ惜しいよな。発掘に足られ場はないけどさ。性能自体は悪くないのですが、あまり担ぐ気になりません。双剣第2位、攻撃力だけもう一声、海王宗人15点。これは非発光ですが紫ですね。海王宗人に似合っててかっこいい。378の会心パターンは、上から5番目の数値で良くないんだけど、睡眠、スムラ、スロットのおかげで、スキルが組みやすいのがいいね。マルチがあった頃は、特殊会心と相性がいいのも担ぐ理由になってましたね。攻撃力を強化してあげれば、ソロでも十分強力な武器だよ。双剣第1位、レア級だけど性能はガチ、テッセン15点。黄色の非発光です。フォルムではテッセンが一番好き。2位のと似てるけど、こちらは攻撃力が高いパターンで378より 10% くらい期待値が高いよ。睡眠が最高値でなく、スロも一止まりですが、致命的な点が一つもないのが特徴です。双剣なら、睡眠180でもバンバン寝るから、攻撃力が高ければソロでも強力だよ。双剣では一番使ってますね。レア級の本気です。以上、双剣だよ。双剣は今一つ、抜けて強いのがないですね。惜しいのは結構あるんだけどね。鉄線以外、これ。ってのがないよ。いつか、睡眠の最高性能を手にしたいものです。続いては、4G のパッケージ武器、チャージアックスだよ。MH4 から 4G にかけて強化を受け、1000級の武器種になっています。開放切りの火力は高いし、ガードを生かした立ち回りは堅牢だけど、正直、体験でいい場面も多いよ、特にソロは。サザミアッシュやバサルアッシュは、体験より、チャークの方が強い場面もあります。チャークは、何より使ってて楽しいのが一番の魅力かな。そんなチャークですが、特別な評価ポイントがあります。
榴弾瓶のダメージは武器倍率依存なので、最高倍率と準倍率で点差を設けているよ。強属性は、属性が重要なので、1116でも4点です。それじゃ、ランキングいってみようか。チャーク第5位、あわや青ゲージ、フォースオブフォール、12点。紫の非発光、元の見た目に近いですね。最高倍率麻痺はいいんだけど、匠で白60、MH4 の発掘みたいな切れ味してるよ。担げはしますけど、レア度で切れ味バレるの、おしゃれポイント低いです。あと一歩で汎用チャークの座を逃した。結構悲しみを背負っている武器だよ。チャーク第4位。強いけどいつ担ぐんだ。フォースオブフォール15点。今度は紫の発光です。まがまがしい感じがあってますね。こいつは最高倍率で紫40、スロ2と基本スペックは申し分ないんだけど、雷の強属性なので使いどころがめちゃくちゃ限定的だよ。ジョーセルレにモテますが、彼らは極限なので強属性を生かすのが難しいです。宝の持ち腐れ感が否めない。正直そんな印象かな。スペックはだいぶぶっ飛んでるんですが。チャーク第3位。まだ担ぐ未来が見える。ナバルクラノス15点。青の発光です。素材元とも合ってるし、属性も合わなくはないです。これも単純なスペックはヤバチャークだけど、竜の強属性なので相手を選ぶよ。ただ、シャガルとカテオにはモテそうかな。榴弾の方が強そうだけどね。超大型には有効そうですね。行く用事ほぼないですけど。たまには通常のクエスト回る動画でも撮るかな。チャーク第2位。優等生、フォースオブフォール16点。緑発光です。結構入ってますね。攻撃力以外、完璧に近いね。やっぱラーを考えると、榴弾の方が持ちやすい。ソロだと担ぐ機会はだいぶ減りましたが、マルチがあった頃は割と使っていました。似た性能の強属性も持ってるけど、そっちはほとんど使ってなかったな。バサルアシュやザザミなら強属性でいいんですが、取り巻きが極限なもんで。チャーク第1位。睡眠しか勝たん、フォースオブフォール17点。これは黄色発光ですね。元の色が強すぎて若干浮いてます。我々が持つ中で、一番強力な睡眠武器かな。倍率もしっかり最高。スロ3なので、余裕のあるスキル構成が可能です。匠もつける必要ないですし。お察しの通り、チャークに関しては、もうほとんどこれしか持ってないな。正直、多少のダメージ差であれば、睡眠で落ち着ける方が便利だと思います。アイテム使ったりできるしね。チャークなら起こすダメージも期待できるし。これは全武器でもかなりお気に入りのものだよ。ほい、チャークはこんな感じだったよ。チャーク、高倍率多いですね。強属性は扱いが難しいですが。どうしても極限中心になるから、強属性が出ても反応に困るのはあるな。ま、睡眠があるから、ぶっちゃけなんでもいいけどさ。切れ味以外、ほぼ完璧ですからね。じゃ、次行きますかね。武器種単位では最後、総中魂のランキングになるよ。MH4 では、近接を食いまくっていた総中魂でしたが、MH4G でも弱体化はされていません。打武器が底上げされて一強にはなってないけど、それでも火力は抜けて高いと思うね。両中効果で、エキス時間2倍が登場し、3色を維持しやすくなったので、耳栓を普通に切れるなど、眼鏡面でも有利になっています。ただ、極限との相性があまり良くない。進撃ないとそもそも3色揃わないっていうね。ポイントに関しては、特別な点はないですが、エキス延長になれないものは入ってません。そもそも出ても取らないから当然だけどね。では、総中魂行ってみましょう。総中魂第5位。雷の有望株、金彩コンボ13点。見た目は赤ですね。返り血だらけに見えて怖いです。こいつは目立ったところはないんだけど、雷属性として癖のない性能してるね。セルレとジョーを育てるつもりだから、ちょっと期待しているよ。元がラー武器なので、雷属性とも合ってますしね。しかし、折れ曲がるタイプじゃないから縦に長いな。取るのにちょっと手こずったよ。下の角部分、ちゃんと攻撃力出るんでしょうか。総中魂第4位。ゴミ詰まりで神になり損ねた金彩コンボ14点。
黄色の発光なので、武器と合っていていいですね。かっこいいかは別として。攻撃性能は申し分ないんだけど、やっぱりスロゼロなのが痛いね。属性も水だから、汎用性では氷に劣るし。東証詰まりであれば新世界の神になってましたが、まあ言ってもしゃあないですね。バサルラーとか担ぐことがある、かもしれないね。ちょうど育てるリストに入ってるので、そのうち使うと思います。総中根第3位。ゴミ詰まりでも睡眠は強い。金彩コンボウ14点。金彩コンボウの緑発光。お気に入りです。クリームソーダみたいで美味しそう。これもゴミ詰まりで、しかも切れ味が白長だけど、さすがに睡眠なんで雑に強いよ。大ぶりなモーションに反して結構手数が出ますから、ソロでも割と寝かせられます。一時期は汎用根としてこれをよく担いでたね。ソロマルチ問わず活躍してくれたよ。スロットがないので、ペダン用装備を流用できない点がネックでした。総中根第2位。東証が意外に腐らないセクトハルパー15点。目立たないですが、わずかに発光が確認できます。セクハルの青は綺麗ですね。スロット空きなら完璧だったんだけど、東証も攻撃台の代わりとして活かせることがあるよ。根が耳栓を切れるのとうまくマッチしてる感じ。攻撃台は20ポイント必要なので、東証とあまり重さが変わらなかったりします。これは、さっきの睡眠の後に出たもので、さすがに持ち替えたね。紫20はあっという間に落ちるけど。総中根第1位。紫40がさすがに強いセクトハルパー15点。見た目は第2位と全く同じです。これは、ギルクエソロの旅シリーズパート3で惚れたものだね。当時は毒だから軽視してましたね。実際に使ってみたけど、紫40はさすがに強かったね。大剣メインだった影響でスムラを評価してたけど、手数武器は紫40がかなり強いな。シンプルにスロット3も偉いですよね。スキルがゴリゴリに詰めます。毒ではあるけど、一応完品なのでお気に入りの一本だよ。もちろん、汎用根としては、今後これを担いでいくつもりです。以上、総中根でした。目の覚めるゴール級はないものの、最高倍率の属性付きは割とありますね。ペダンマデュラが強すぎて、最高倍率でもプラスアルファないと持つ理由にならないんだよな。ペダンマデュラの白を上回るには、961の紫以上が必須ですからね。ハードルは、近接武器の中で一番高いだろうね。はい。では、ここからはその他の武器種だよ。一応取ってあるけど、武器種自体、全然使ってない子たちです。それゆえ、非常論評価であることはご了承ください。トンチンカンな評価の可能性があるので、もし有識者がいたら突っ込んでってください。では、参ります。スラークより、色が綺麗ですね。TH12 点。TH の青発光は合いますね。属性とは合ってませんが。一応最高倍率、スロ3、強撃便ではあるが、火で紫20なんで、いつ使うのかわからないよ。4系列のスラークは、強いのか弱いのか知りません。使い手自体、ほぼ見たことがないです。さすがに鑑賞用かなこれは。完品レベルじゃないと、スラークは持てない。どうでもいいけど、スカ長いですねこれ。画像に被るので短くなってください。続いて弓より、多分強いはず、殲滅と破壊の号泣、13点。非発光ですが、青と殲滅は似合ってると思います。拡散号車デビューなんで、多分、シャガルとカテオに強いはず。弓はほぼ使えないけども。弓は、カーマレギオンという化け物がいるので、そことどう差別化したらいいかよく知りません。MH4 のイメージで、拡散号車は強いと思ってるが、評価の付け方もなんとなくだよ。続いても弓、多分弱くはない、クイーンブラスター、14点。クイーンブラスターの緑発光ですね。レイヤのイメージに近いといえば近い。拡散号車で水という、どう評価したもんか不明な子だよ。バサル原種単体なら強いのかな？誰が行くねんそんなクエスト。一人で乗りツッコミお疲れ様です。しかし、使いどころが本当に思い浮かびませんね。準倍率だし、スペックは悪くないよな。多分。もう一丁弓。これも多分弱くはない、クイーンブラスター、14点。見た目はさっきと全く同じです。
属性と合ってるかは微妙なところ。今度は雷だよ。セルレとか蝶には使えるのか？セルレあたりは適正距離を保つの難しそうだし、拡散があってそうな感じも出てます。実戦経験ないんで何とも言えないんですけど。これ14点もあるのかな？よくわからなくなってきた。ラスト、スペックいいけどランス厳しすぎ、竜気そう15点。青発光で色は綺麗ですが、なんか短くてあまり好きではないです。これね、何度か担いだことあるんだけど、ランスという武器種自体がほんとしんどくて、ラージャンとの追いかけっこに全くついていけなくて絶望したよ。ランス自体に慣れてないのもあるんですが、それ以降は持っていませんね。機動力もだし、火力も普通に足りてないね。ついても倒れない感じだった。どっちかといえば、ガンスの方が環境に合っている気がします。ほい、以上、その他カテゴリでした。解像度の低さも相まって、微妙な雰囲気となっております。ああ、これ悪くなさそうかも。で拾ってるから、番外編みたいな感覚で受け取ってもらえれば。スペック自体は悪くないと思うので、それも発掘の楽しみ方ですしね。これからも、インテリア感覚で置いておきましょう。では最後に、総合満足度を発表していくよ。改めて、この指標について説明しますと、各武器のすべてを加味した総合的な満足度です。早い話が気に入っててよく使ってる武器です。実用性、見た目だけだと納得いかなかったから、調整点を足して満足度としているよ。この指標については、こっちのさじ加減だから、あまり重く見ないでほしい。では早速行きましょうか。これまでの話ぶりでなんとなくわかるとは思いますが。総合第3位、睡眠のフォースオブフォール、総合満足度27点。切れ味以外はほぼ完璧。堂々のベスト3入りです。最高倍率すら3の時点で強いんだけど、やはりソロは睡眠が最強すぎる。白長スだから、睡眠中に砥石を使うことで技物を切る運用もできちゃったり。これが惚れて以来、ジャークは本当にこれしか使ってないですね。火力だけなら空ネエンカムがいるけど、こちらは柔軟性が光るね。今後掘るジャークは、これを指標にするので、ハードルめっちゃ高くなっています。スムラか匠40の睡眠さん、待ってます。総合第2位、水の風流剣、総合満足度29点。説明不要の1728スムラに、強敵に効く水を備えています。個人的には水の評価は高めだよ。ブラキ、ティガー、ガルルガとか面倒なやつに効くからね。その他、テオにも有効ですね。肝心のラージャンには 5% しか通りませんが。ラーは、そもそも氷と水しか属性が通らないんだけどね。この剣は、性能、見た目とも申し分ないね。それが体験できてくれて、本当に良かったよ。このデータ最初のゴール武器と言えるもので、思い入れも深いですね。これからの活躍にも期待してるよ。総合第1位、爆破ジークムント、総合満足度29点。点数は第2位と同じですが、ラージャンへの有効性を踏まえて、こちらが1位です。この武器も、風流剣と同じ理由で重宝するんだが、やっぱりラーを考えると、爆破の方が上になるかな。水と爆破は使い分けてるから、こっちばっかり担いでるわけじゃないんだけどね。正直、1位と2位に関しては、好みで持ち替えていいレベルで完成してますしね。武器種のとこでも言ったけど、睡眠や氷っていう上があるのもいいのよね。モチベーション沸かせてくれるわ。総合満足度はこうなったよ。やっぱり、どうしたって強い武器種をよく持ちますから、こうなりますね。キルクエメインになると余計にね、有効な属性偏りすぎなんだよ。極限化も無視できないので、属性重視や解除に手間取る武器種はどうしても厳しいです。だいぶ長くなったけど、これで本当に全ランキングが終わったよ。いやお疲れ様です。ではエンディングいきましょうか。発掘武器紹介。これにてエンディングだよ。ここまで見てる人いるかわかりませんが、長らくのご視聴、大変お疲れ様でした。もともと、装備紹介に需要があるのは分かってたから、そのうち撮ろうとは思ってたけど、まさかこんないろいろ詰め込んだ動画になるとは。スライドなどの画像データ120枚くらい用意しました。どうしてこうなった？
みんなの発掘意欲を刺激したり、満たせたら嬉しいなと思うね。普段は、これら発掘武器を使って、ギルクエをソロで攻略する動画を上げています。気になった方は、ぜひそちらもご覧くださいな。これはさりげない宣伝。それじゃあ、ここいらで締めるよ。お付き合い、どうもありがとうございました。ほいじゃ、次の動画で。またね。